こんにちは、ジリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどまとめてみていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。先日のオードリターの参戦に続いて、日本から岸田首相やスティーブ・青木氏、また最近では第5氏の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなくピンキ知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。またこのチャンネルのメンバーシップの方では、毎朝1分で情報収集できる投稿を始めてますので、そちらもぜひ見てみてください。まず ETF 関連では、昨日米国で取引が開始されましたスポット ETF ですが、初日の取引高が10億ドル以上になったのが話題になっています。最終は11.1億ドルですかね。トップはグレースケールのイーサ E で4.69億ドル、続いてブラックロックのイーサ A で2.58億ドル、そしてフィデリティ、ビットワイズと続いています。取引量としては、スポットビットコイン ETF の初日と比べると4分の1ほどなんですけども、これは以前から時価総額に比例すると言われてましたので、ほぼほぼ予想通りの結果となっています。フローの方はまだ全体が公開されてませんが、グレースケールのイーサ E がマイナス 4.6 億ドル相当の流出を記録しているのが目立ちます。ただビットワイズのイーサ W には2億ドル、フィデリティの F イーサには 0.7 億ドルの流入が見られますね。ビットコイン ETF 同様ですね、日本時間の午前から順次公開されていくようですね。個人的には一番手数料の低いグレースケールのミニトラストにあんまり流入が見られないのが気になりましたね。こちらもビットコイン同様ですね。今後グレースケールの売り圧を他が相殺できるかがポイントになりそうですね。また昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローは、こちらもまだ全部が公開されてませんが、グレースケール以外にもビットワイズ、アークなどから流出が見られまして、現時点では全体でマイナスとなっています。また先ほどブラックロックも 0.7 億ドルほどの流入で収まったという情報が流れたんで、今回全体でマイナスとなりそうですね。全体での連続純流入記録は12日でストップになりそうです。香港の方はビットコイン、イーサ、ETF ともにゼロを記録してます。またファンドごとではブラックロックのスポットビットコイン ETF、IBIT が先日の取引量で 9.1 億ドルを記録、市場シェアの 67% を獲得してまして、シェアの割合でも過去最高を更新したのが話題になってます。また総流入額も過去最高更新となってまして、もうすでに SP500ETF の次あたりの位置になっていると、史上最も成功した ETF と称されています。現在はスポット ETF の話題で持ちきりですが、ビットコイン ETF の今後にも注目ですね。あとオンチェーンの方ではマウントボックスのアドレスがまた動き出しています。先日ビットスタンプへの少額の送金がありまして、また動くのではないかと見られてましたけども、本日激しく動いています。当初はこの 42,587BTC が、未知なるアドレスに送金されたとして少し騒がれてましたけども、現在ではマウントボックスのコールドウォレットとしてタグ付けされています。外部への送金はビットスタンプへの合計 2362BTC1.5 億ドル相当ですね。このマウントボックスのアドレスは出るだけじゃなくてまた入ったりしてるんで、このよく監視されているアドレスはまだ9万 BTC、そしてコールドの方にも 37,477BTC ほどあります。またマウントボックス関連ではクラーケンが債券者物販を開始したようですね。時間帯的には日本時間本日午前1時くらい、債券者のコメントが出てますね。額としては 48,641BTC、30億ドル相当とされています。この時間帯にビットコインも落ちてますけども、現時点ではクラーケンの現物取引に大きな動きは見られないようですね。ビットコインの価格は現在 65,800 ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米リッチモンド連銀製造業指数が予想のマイナス7に対して結果はマイナス17と、前回のマイナス10よりもさらに下回る結果となってまして、また米中古住宅販売件数もですね、予想の402万件に対して結果は389万件と、前回の411万件からも下回る結果となりまして、米ドル安、米金利下落要因となっています。ただ、米国債金利は昨日から若干反発傾向となってますね。米国債金利は 4.25 を推移しておりまして、ナスダックが 19,754、S&P500 が 5,544、ダウ平均が 4358、金ゴールドが 2,409 ドル、日経平均が 39,592円、ドル円が 155.9 円となっております。
個別株の方ではシティがコインベースの目標株価を260ドルから345ドルに引き上げ、理由としては最近のスポット SITF の取引開始、また米国の規制緩和から恩恵を受けると見込んでの格上げとなっています。ただコインベースの株価はマイナス 2.8% と、市場全体の下落の影響が強い印象ですね。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 2.5%、額としては350億ドル相当、比率としては全体ではショートが 51.1%、バイナスミはロングが 58.3% と下寄りになっています。今後の指標としては、本日7月24日に米 PMI 速報値、米新築住宅販売件数、7月25日に米実質 GDP 速報値、新規失業保険申請件数、7月26日に米 PC デフレーター、米ミシガン大学消費者信頼化指数などが控えております。市場全体でも調整ムードとなってますが、仮想通貨市場単体でもスポット SITF の取引開始からスポットビットコイン ETF の流入もしぼんで OI も減少と、期待が一息ついている状態なのかなと思います。注目指標も続いてますが、仮想通貨市場の直近の注目パンダではマウントゴックス、ベース F などの売り圧懸念と、7月27日のビットコイン2024トランプの演説ですね。そのまま事実売りとなるのか、それともサプライズパンダで上がるのかが注目されています。チャートだけ見たら68,000で弾かれて64,000の攻防に向かおうとしている状態です。サプライズで上上がるとしたら68,000を抜けられるかがポイントになると思いますが、事実売りの展開になった場合は直近では64,000、もしくはその下の62,000あたりで耐えられるかが焦点になると思います。あと3日ですね。どのように動くのか、今後の市場の動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3450ドル、BTC だっては 0.0523 と、昨日から若干反発してます。先物の方では OI は全体でプラス 0.5%、額としては144億ドル相当、比率としては全体ではショートが 53.7%、バイナスミはロングが 71.2% と下寄りになってます。ETF の取引開始が話題になってますが、市場は非常に落ち着いてますね。ただ OI がそんなに減ってないのが気になるところです。スポットビットコイン ETF が始まった時もですね、毎回フローがプラスなのかマイナスなのかで価格にだいぶ影響してましたから、今回のイーサリアムもそのような展開になりそうな気がしますね。取引高は4分の1ですけども、そのグレースケールの流出はビットコインと同じくらいの額になってますから、流入が少ないと見込まれているイーサ ETF にそれを跳ね返すほどの力があるのかと言われるとちょっと微妙ですよね。チャートだけ見たら3400の攻防で耐えてる形ですが、下抜けした場合3200もしくはその下の3000あたりで耐えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとここからその他の動向になります。バイデン撤退後ですね、ハリスの支持率が伸び続けています。ポリマーケットの民主党候補者予想では現在ハリスが 93% と圧倒的な人気になっています。でまたマーク・キューバンがこのハリス側から仮想通貨に関して質問されたことも明かしてまして、今後ハリスが大統領選で仮想通貨に関しての何らかの公約を掲げるんじゃないかということも期待されています。他では仮想通貨支持団体のフェアシェイクが6月に2500万ドル以上の調達を発表してまして、去年から今年にかけての調達額が2億ドルに達したのも話題になってますね。またハリスミームの方も続伸してまして、筆頭のカマは A 低値を更新してます。6月の底値から50倍くらいになってますね。ただハリスミームは他にも乱立してるんで、お金入れる際は注意が必要です。大統領選まであと3ヶ月以上ありますけれども、今後の動向に引き続き注目ですね。あとは DYDX のサイトが侵害されて、フィッシングサイトが展開されたのも話題になってます。アクセスするとワレットの承認を促されて、承認するとトークンが抜かれるようになってたと。でその後 DYDX 側から復旧したと同行されてますけども、この間にアクセスした方の PC のキャッシュクリアを促してますね。もし心当たりある方いたら対応しておいた方がいいかもしれませんね。あとここからアルト関連になります。テレグラムの CEO ドロフがテレグラムのタプトゥアン、ケイティズに関して言及したのが話題になってます。ドロフはですね、ケイティズのプレイヤーは2600万人を超え、アプリ内で1600万ドルを稼いだと称賛しています。でまたバイナンスラブスもこのケイティズを立ち上げたプラットビジョンへの出資を発表してますね。この流れからケイティトークンの上場が期待されてますけども、ドロフとバイナンスの後押しでどこまで行くのか注目ですね。あとアベールがメインネット稼働開始、トークンもリリースとなってます。アベールはデータの可用性を最適化するモジュラ系チェーンとして今後が期待されています。トークンはバイビット、クーコイン、ゲート、HX、MXC などがすでに上場を発表してますね。アベールの価格は現在 0.16 ドル、
オンチェーン状況などを見ると、まだ規模が小さいように見えますけども、ここから浮上できるのか注目ですね。あと、その他資金調達関連では、消費者向け L2 と言われているアブストラクトのイグルーと、ビットコイン L2 のビットレイヤーラブスが1100万ドル調達、AI インフラ系スタートアップネットワーク3が550万ドルの調達を発表しています。アブストラクトは今年中にメインネットローンチが予定されてますね。これは今後の展開にも注目です。今日このとこですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。